ウィッグフィンガーによる芸術と歴史ということで、このチャンネルを始めていきますが、まずこの動画ではこのチャンネルの概要をご説明します。突然ですが、普段本を読むなどして、例えば突然17世紀についての記述が出てきたりした場合、パッとその時代の情景が思い浮かばなく、イメージができず、内容が頭にスッと入ってこないといったことはないでしょうか。他にも、例えば小説や映画の舞台が18世紀前半だったりしたとき、一体その当時は全般的にどういった傾向の時代だったのかということがよくわからず、いまいち話がピンとこないといったことはないでしょうか。結構ありがちですよね。さらに、いろいろな教養番組を見たり、そういった類の本を読んだり、果ては美術館で絵を鑑賞したりしても、毎回いまいち身についていないなといったことはないでしょうか。しかも気がつけば、毎回似たような内容の番組を見たり、本を読んだりして、以前見たり読んだりしたはずの内容なのに、初めてその情報を知ったかのように思ってしまうといったことはありませんか？これも結構ありがちですよね。なぜこういったことになるのかというと、その原因は時代に対するイメージが形成されていないためだと言えると思います。特に重要なのが時代の前後関係で、これがイメージできていないと、毎回それぞれ関連性の薄い情報に飛び飛びに接するだけでは、いつまで経っても理解が深まらず、内容が定着しづらいといったことになります。実際、時代も内容も関連性が薄い、バラバラな内容の教養番組の類をその都度見ていても身につきづらいと思います。例えば、ある時はエジソンについての特集だったり、ある時はバッハについて、またある時はゴッホに関する特集だったりと、単に人々の興味を引くだけのトピックという理由だけで、時代もジャンルも違うものをあっち行ったりこっち行ったりすると、その時は分かったような気になりますが、結局それぞれに関連性がないため、なかなか定着せず、しばらくするとすっかり忘れてしまっているといったことになりがちだと思います。しかし、一旦時代に対するイメージがバックボーンとして出来上がれば、新たな情報に接しても、すでに出来上がっている時代に対するイメージと関連づけて理解することができますので、今までより早く理解でき、イメージが定着しやすくなります。さらに、その新たな情報がすでに出来上がっている時代に対するイメージに加えられることによって、それまであった時代に対するイメージがさらに具体的に豊かになっていきます。そうすると、また次に接する新しい情報に対して早く理解でき、定着できるようになるという相乗効果が生まれてきます。というわけで、このチャンネルは時代に対するイメージを形成するのが目的です。しかし、普通に16世紀に起こった出来事、次に17世紀に起こった出来事といったように、歴史上の主要な出来事を100年単位で追っていったり、またはクラシック音楽史上有名な作曲家たちを順番に追っていき、また別の時に今度は有名な画家たちを順番に追っていくという従来通りの方法では、やはりその時代背景を知らないとなかなか時代のイメージが湧かなく理解しづらいし、それぞれ起こった出来事や作品や人物を関連づけられないと、やはりイメージが定着しづらいです。そこでこのチャンネルでは10年単位に時代を区切って、その同時代に活躍した画家、作曲家、そしてその時代に起こった歴史上の主要な出来事をまとめて紹介していきます。この方法を取ると、同時代の人物や出来事を関連づけることができ、さらにその前後の時代の関連性も理解できるようになります。それではこのチャンネルでは具体的にどういった形で話を進めていくのかについて今から簡単にお話しします。例えば教養番組や芸術に関する本などで16世紀にこれこれこういったことが起きましたとか、誰々は18世紀に活躍していましたとかいう表現が使われますが、そもそも100年単位のスパンは長すぎて全くイメージが湧かないですよね。実際18世紀と言われても、それが1720年代あたりなのか1780年代あたりなのかでは話はだいぶ違ってきますし、100年単位の枠組みで話を進めるとスパンが長すぎるため、時代の前後関係やつながりもさっぱりわからないです。しかも今16世紀前半の話をしていると思ったら、次の瞬間には17世紀の話をするといった具合で話を進められると、一体その間に何が起きてどういう変遷をたどったのかわからなく、一向に時代のイメージがつかめないことになります。しかし10年単位で起こった出来事を把握していくと、
時代のイメージがつかみやすいです。このチャンネルでは時代を10年単位で区切って、その時代に発表された有名作品などをその時代の代表として紹介していきますが、その代表作品の存在によって時代のイメージをつかむことができますし、さらに10年単位での絵画や音楽作品の変化を見たり聞いたりすることによって時代の前後関係のつながりが理解できやすくなります。それと歴史的事件の細かい年号も全て覚えてられないので、大まかに10年単位の中で起こった出来事として覚えると時代の変遷に対するイメージがつかみやすいです。さらに歴史上の人物に関することや画家や作曲家などが紹介される本などでは、その人物が何年に生まれて何年に死んだといった生年月日が書かれ、あとは19世紀に活躍しましたとかいった記述で終わりですが、そんなんでは具体的に一体いつの時代に活躍したのかなど全くわからないですよね。しかも当てずっぽうでその人物が生まれた年から20年くらい足して20歳くらいから活躍したのかなと計算するのもいちいち面倒な上、実際は30歳や40歳から活躍するといった芸術家が多かったりしますので、結局推測は外れていたりします。しかしそれも時代を10年単位で分けて、その芸術家自身の代表作がいつの時代に発表されたのかといった形で理解していけば、その芸術家自身に対してのイメージがつかめるようになるだけでなく、意外な人物が同時代に活躍していたり、または微妙に時期がずれて活躍していたりといったことが分かりますので、時代の流れに対してのイメージもつかみやすくなります。さらに美術や音楽の歴史を追っていく上で、紹介される人物の数やその人物に関する情報や作品の数などがあまりにも多すぎると、情報がばらけて結局何が何だかわからないまま終わりがちになりますので、紹介する情報はなるべく限定し、紹介する画家や作曲家の作品も 2,3 個程度に限定するようにします。それもその時代に一番活躍していた芸術家、それもその芸術家の主要作品が作られた時代に合わせて芸術家たちを紹介していきます。それと本だと掲載される絵に限りがあるだけでなく、小さいサイズの白黒だったりしますし、なんといっても音楽に関しては曲の題名だけで実際の曲が聞こえてこないので、イメージが全く湧かないですよね。仮に読み進めながら丸々1曲 CD とかで聴いていたら話の筋がわからなくなります。そこでこのチャンネルでは曲の冒頭部分や有名箇所の一部分だけを簡単に紹介していきます。最後にこのグローバル時代に合わせて芸術家の名前や作品名や用語は同じ意味の単語を左に日本語、右に英語で表記します。そして作品などの右下にその作品が作られた年を表記します。このようにこのチャンネルではその10年の間に起きた出来事や活躍した芸術家をまとめて紹介していきます。その際、その時代の美術、音楽、歴史の順番で紹介していきます。そして一旦それぞれの出来事や作品が関連付けられてイメージができ、時系列が理解できますと、今後新たな情報に接した時にその時代周辺のイメージと関連付けて理解することができるようになるはずです。そうすると今後は教養番組やトリビアの類などの情報も有益なものになるはずですし、以前までは美術館で絵や解説を見てもなんとなく分かったような分からなかったようなといった感じだったものも、今後は具体的にそれが一体何なのかといったことが分かるようになるはずです。さらに美術や音楽に関係のない内容の本や小説などを読んでいても、時々ロマン主義とかルネサンスとかいった用語が出てきますが、これからはそれらが何を意味しているのかとか、いつの時代のことを言っているのかといったことが理解でき、さらに作品を楽しむことができるようになると思います。同様に17世紀では何々とかいう大まかな時代区分の表現が出てきてもイメージできるようになるはずです。そして今後実際に絵を見たりクラシック音楽を聴いたりすることによってさらにイメージが定着し、それらがどういった時代の流れでどういった時代背景の下で作られたのかを理解して鑑賞できるようになるので、もっと楽しめるようになると思います。しかし気になる人物や時代だけをピックアップして動画を見ていくと、やはり教養番組の類のように分かったような気になっただけで結局内容が定着しないので、ぜひ1990年代から順番に見ていってください。見終わった後は必ずや時代のイメージができていて
過去と現代に対する見方が今までと異なることになっているはずです。ということで、このチャンネルでは1490年代から1890年代までを10年単位に区切って順番に紹介していきますが、なぜ1890年代までなのかと言いますと、1900年代以降登場する画家や作曲家の一部の人々が長生きしてしまったため、まだ彼らの著作権が切れていないので、絵や音楽を紹介できないためです。ちなみに1900年代から活躍するピカソは1973年まで生きたので、彼の晩年の音楽界にはビートルズが大ブームを巻き起こしていました。さらに1930年代あたりから活躍するシュルレアリストのダリは1989年まで生きたので、彼の晩年にはヘビーメタルまで登場しています。結構意外ですよね。ついでに20世紀以降からは美術も音楽も大きく変化して、それまでのものとは別物に近くなりますので、1890年代は一つの良い区切りでもあります。しかも現在では20世紀以降の絵が展示されることはかなり少なく、音楽に至ってはほとんど演奏されることはありませんので、主要な作品の多くは1890年代までと言えます。それではぜひこのチャンネルを最後まで見ていただいて、脳の一角に時代に対する盤石なイメージが占める感じを実感してもらえたらと思います。では次回、1490年代から始めていきます。それでは。